霊界通信小桜姫物語浅野朝風呂著32無理な願い。何やら昔の香りらしい面影が残っておれど、それにしては随分老けすぎている。私がそう考えて躊躇しておりますと、向こうではさも待ちきれないといった様子で膝をすり寄せてまいりました。ひい様、私をお忘れでございますか。香りでございます。やはりそうであったか。私はそなたがまだ息災で現世に暮らしているものとばかり思っていました。一体いつ亡くなったのじゃ。もうかれこれ10年くらいにもなるでございましょう。私のようなつまらぬものはとてもこちらでひい様にお目にかかれまいと諦めておりましたが、今日図らずも念願が叶い、こんな嬉しいことはございませぬ。よくまあご無事で。ちっともひい様は昔とお変わりがございませぬ。お懐かしゅう存じます。現世らしい挨拶を述べながら、香織はとうとう私の体にしがみついて泣き入りました。私もそうされてみれば、そこはやはり人情で、つい一緒になって泣いてしまいました。心の高ぶりが一応静まってから、私たちの間にはよもやまの物語がひとしきり弾みました。そなたは一体どこが悪くて亡くなったのじゃ。お腹の病気でございました。針で刺されるようにキリキリと毎日悩み続けた末に、とうとうこんなことになりまして。それは気の毒であったが、どうしてそなたの死ぬことが私の方へ通じなかったのであろう。普通なら臨終の思いが感じてこないはずはないと思うが、それは皆私の不心得のためでございます。と香織は面目なげに語るのでした。日頃私は死ねばひい様の形見の小袖を着せてもらってすぐおそばに行ってお仕えするのだなどと口癖のように申していたのでございますが、いざとなってさっぱりそれを忘れてしまったのでございます。どこまでも執着の強い私は自分の身内のこと、とりわけ2人の子供のことが気にかかり、なかなか死にきれなかったのでございます。こんな心がけの良くない女子の臨終の知らせがどうしてひい様のおもとに届くはずがございましょう。何もかも皆私が悪かったためでございます。正直者の香りは涙ながらに臨終に際して自分の心がけの悪かったことを散々詫びるのでした。しばらくして彼女は言葉を続けました。それでもこちらへ来て、いろいろと神様からお諭しを受けたおかげで、私の現世の執着も次第に薄らぎ、今では修行も少し積みました。が、それにつれて、日増しに募ってくるのはひい様をお慕い申す心で、こればかりはどうしても我慢がしきれなくなり、幾度神様に会わせていただきたいとお頼みしたか知れませぬ。でも神様はまだ早い早いと仰せられ、なかなかお許しが出ないのでございます。私はあまりのもどかしさに、良くないことと知りながらもつい神様に食ってかかり、散々悪行をついたことがございました。それでも神様の方では、格別お怒りにもならず、ないないひい様のところをお調べになっておられたものと見えまして、今度いよいよ時節が来たとなりますと、ご自身で私を案内して連れてきてくださったのでございます。ひい様、お願いでございます。これからはどうぞおそばに私を置いてくださいませ。私は昔の通りひい様のお身の回りのお世話をしてあげたいのでございます。そう言って香織はまたもや私にすがりつくのでした。
これには私もほとほと持ち扱いました。深海の掟としてそればかりは許されないのであるが、それはまたどういうわけでございますか。私はぜひこちらへ置いていただきたいのでございます。それは現世ですることで、こちらの世界ではそなたも知る通り、着物の着替えにもおぐしの手入れにも少しも人ではいらぬではないか。それに何とも致し方のないのはそれぞれの御霊の因縁。めいめいきちんと割り当てられたところがあるので、たとえ親子夫婦の間柄でも自分勝手に同棲することはできませぬ。そなたの志は嬉しく思いますが、こればかりは諦めてたもれ。会おうと思えばいつでも会える世界であるから、どこに住まなければならぬということはないはずじゃ。それほど私のことを思ってくれるなら、そんなわがままを言う代わりに、みっしり味噌王の修行をしてくれるがよい。そして思い出したらちょいちょい、私のとこに遊びに来てたもれ。最初の間、香織はなかなか腑に落ちぬらしい様子をしていましたが、それでもようやく聞き分けて、なおしばらく語り合った上で、その日はいとまを告げて自分のところへ戻って行きました。今でも香織とは絶えず通信もいたしまするし、またたまには愛もいたします。香織はもうすっかり明るい境界に入り、顔なども若返って、自分にふさわしい神様の御用に勤しんでおります。